想的なスペック、そしてデザイン。必要かと言われたら別に必須ではないと自腹で購入しちゃってまして。はい、どうもこんにちは。今回はですね、ゲーミングモニターについてのお話なんですけれども、ついに見つけてしまいました。タンデム OLED 採用の27インチモニターで理想的なスペック、そしてデザイン、さらにコスパまで良いモデルがね、出てきちゃいましたので、ご紹介したいなと思っております。それがこちらのですね、ギガバイトさんの MO27928G というモニターでございまして、まずね、ざっくり先にね、概要スペックをお話しするんですけれども、サイズは27インチ、アスペクト比は16対9のですね、解像度 2560×1440 の 2K 画質となっていまして、で、パネルは第4世代のタンデム OLED パネルが搭載されていまして、リフレッシュレートは 280Hz、応答速度は 0.03ms、色も10ビット対応で DCI-P3 を 99.5% カバーしていまして、反射防止のアンチグレア加工となっていますし、4辺のこのボーダーレスデザインとなっております。インターフェースもですね、HDMI2.1 が2ポート、ディスプレイポート 1.4 が1ポート、最大 18W の PD 給電対応の USB Type-C ポートも1ポートありまして、なんと KVM 機能まであったりします。詳しい方にはですね、これだけでこのモデルの凄さっていうのはね、お分かりいただけたかとは思うんですけれども、ここからはもう少しですね、詳細についてお話をしていきたいなと思っております。正直、綺麗さだったりとか、写りの良さみたいなところに関してはね、もう OLED モニターを検討されている方にはもう周知の事実だと思っていますので、今回はなんかそういう話ではなくって、なぜ自分にとってこのモニターがね、理想的なのかという部分をですね、含めてご紹介できればなと思っております。なのでね、今いろんなモデル比較検討されている方にちょっとでもね、参考になれればいいかなと思っておりますので、ぜひね、最後まで見ていただけると嬉しいです。はい、ということで、まずはですね、自分の作業環境に関するね、前提条件からお話しするんですけど、基本的にはですね、シングルモニター運用をしていまして、でサブモニター兼バーチャルストリームデックとしてですね、コルセアゼノンエンジンを設置しております。過去ですね、27インチモニターのデュアル環境だったりとか、あとそのウルトラワイドのモニターっていうのも、使ってたことはあるんですけれども、やっぱりゲーム配信をしなくなったっていうことだったりとか、アスペクト比は結局16対9が一番使いやすいなという結論に至りまして、最近ではね、ずっとこのメインモニター1枚でやっているという感じになりますね。で自分はこの環境で動画編集だったりとか、あと画像の制作だったりとか、あとはゲームっていうところをね、やっていますので、色味がしっかり再現されていて、かつリフレッシュレートなどのね、ゲーミング性能っていうところも重要視しておりました。逆にですね、解像度に関しては、そこまで4K とかはね、別にいらないかなとは思っていて、2K 以上であれば不自由ないかなと思いますし、ゲームでね、フレームレートとかを安定して出したいので、自分は2K 画質を好んで使っておりますね。またデスクの写真撮影をよくするので、その都合上ですね、どうしても写り込みは最小限にしたくって、できればノングレアであってほしいと思っておりました。またですね、デスクシェルフを使っておりますので、そこに設置できる、平面のモニタースタンドであるとなお嬉しいなといった感じですね。自分で言っておきながらね、なかなかわがままな自覚はあるんですけれども、求めるスペックとしてはね、こんな感じの内容がありました。で、これまで OLED モニターでですね、その条件に合うモデルっていうのは、一応ね、ありはしたんですけれども、どうしてもね、価格の面でね、15万円近くしてしまったりだったりとか、あとはその値段はそこそこなんですけれども、光沢パネルだったりとかね、なかなかね、難しい部分があったんですよね。これだみたいなのがなくてですね、この MO27928G はですね、そのあたりが見事にクリアされていまして、なのに価格はですね、実は約9万円ほど。で、プライムデーセール時にはですね、約8万円ほどで買えるモデルになっておりますと、この OLED モニターで、この非光沢っていうところはね、結構珍しくてですね、これはパネルの世代の話になってくるんですけれども、従来の OLED パネルっていうのは、黒の表現が得意な反面ですね、画面全体の輝度、明るさっていうのは抑えめになっていまして、それをカバーするために、この表面の加工は光沢仕様になっていることが多かったんですよね。なんですけれども、第4世代以降のこのタンデム OLED パネルに関しては、
そこの弱点を改善していまして、黒の表現はね、維持しつつも、工芸を実現したこの非光沢仕様でもしっかりね、運用できるようなモデルとなっています。なので、自分の中ではこのね、第4世代以降のこのタンデム OLED パネルが採用されたモデルっていうのは、かなり理想的でございまして、こちらのモデルではそれが採用されているという形になります。で、正直ね、第3世代以前の OLED パネルの採用されたモデルに関しては、決して悪いわけではなくてですね、光沢仕様でも問題ないよっていう方に関しては、十分綺麗に、十分な明るさで OLED の良さっていうところを体感しつつ、最近ではね、セールとかで5、6万円ぐらいでね、購入できるモデルも出てきていますので、そちらの方がおすすめな場合もあります。なんですが、自分と同じようにね、どうしてもモニターは非光沢仕様がいいよという方に関しては、この第4世代以降のパネルっていうのがおすすめになるかなと思っていますね。ちなみにこのタンデム OLED パネルが採用されたモニターでコスパが高いと有名なモデルっていうのはね、実は他にもう一つありまして、それがですね、LG さんの 27GX700A というモデルなんですけれども、こちらもですね、約9万円ほどで購入できますので、比較検討されている方もね、今多いのかなと思っております。ただね、自分はそのモデルと比較したとしても、こちらの MO27928G の方が良いなと思っている部分がありますので、そこも紹介しておくんですけれども、それですね、やっぱりスタンドとこのボーダーレスデザインっていうのと、あと USB Type-C に対応という部分ですね。まずね、スタンド部分に関してはですね、どちらもこの平面タイプになっていて、デスクシェルフへの設置は問題なくできるんですけど、もう一個のこのポール部分ですよね。ここですね。LG さんの方はね、ここのポール部分結構幅があるタイプなんですよね。その点、ギガバイトさんのこのモデルはポール部分かなりスリムで、いい意味で存在感っていうのがなくてですね、自分がやってるアームとクランプを使ったゼネオンエッジの固定が使えるっていうのも個人的には大きなポイントになっていましたね。で、可動域も結構ありますし、下はここまで、上はここまでいけますし、この傾きやこっちの調整も結構できますね。かなり幅は広く対応できるかなと思います。なのでモニターアームとか使わなくてもね、普通にちょうど良い角度、調整っていうところができるのかなと思いますね。またですね、フレームについては LG さんの方はですね、ちょっと下の方に若干その背面部分が出てしまって見えてしまっている部分があるんですけれども、それに対してこちらのモデルはですね、もうこの4辺ともですね、完全にフレームレスになっていまして、もう見えるのはこのちょっと薄いベゼルと非表示領域の部分だけになっていますので、かなりね、デザインもすっきりしているものになっていますね。もうほんと企業ロゴすらもないようなデザインになっていますので、これ個人的にね、ポイント高かったですね。さらにですね、インターフェースにつきましても、USB Type-C の接続に対応していまして、複数台接続時の運用にもね、やっぱしやすい設計になっているのかなと思っています。このあたりの理由から、自分としてはね、こちらの MO27928G の方がおすすめなのかなと思っていますね。はい、ということでですね、ここからはこちらの MO27928G のソフト面についての特徴もね、ご紹介していければなと思っております。まずね、メニュー操作についてはですね、背面にあるジョイスティックを使って操作をするような感じになっていまして、初期のショートカットに関しては、入力切り替えっていうところと、あとこのピクチャーモードの切り替えと、音量調整、あとブラックイコライザーの調整となっています。このブラックイコライザーっていうのはですね、文字通りこの画面の暗い部分に特化した調整機能になっていまして、明るい部分の白飛びはさせずにですね、この黒い部分だけの明るさを持ち上げてくれる機能になっています。持ち上げると、ちょっと分かりづらいかもしれないけど、この辺のこの辺りの黒のですね、部分ががっつり持ち上がってる、明るくなってるのかなと思ってます。ゲームするときとかにね、結構差が出るので面白い機能ですよね。またですね、複数の入力に対応するこのピクチャーインピクチャーだったりとか、ピクチャーバイピクチャーという機能も対応していまして、ディスプレイポートでメインの PC の映像を出しながら、例えば別のポートで接続したノート PC だったりとか、ゲーム機の映像をですね、同じディスプレイ上で同時表示させたりすることもできちゃいます。またですね、この VRR カフェインリフレッシュレートをオフにすることによってですね、
アスペクト比や表示インチ数を変更するっていうことも可能になりまして、例えばこの22インチの16対10だったりとか、23インチの16対9だったりとか、24インチの16対9っていう形に表示領域をね、変更することができます。はい、またですね、この OLED 特有のこの焼き付き対策っていうところもしっかりしていまして、例えばですけど、ピクセルシフトだったりとか、スクリーンセーバーっていうのもね、標準でオンとなっていますし、さらに3年間の焼き付きの保証がありますので、その辺の心配はね、しなくても大丈夫なのかなと思いますね。でね、もう当たり前になりつつありますので、あえて今回はやってないんですけど、ちゃんとベサマウントにも対応していますので、モニターム運用っていうところもちゃんとできるようになっています。はい、ということでね、いかがでしたでしょうか。今回はですね、ギガバイトさんの OLED ゲーミングモニター MO27928G をご紹介させていただきました。正直これまでですね、液晶モニターを使っていて、特に不自由なく運用できていましたし、この OLED モニターは必要かと言われたら、別に必須ではないと。個人的には思っています。ただですね、自分みたいにですね、一日の大半もディスプレイをずっと眺めているような人種からするとですね、モニターって結構ね、投資していいものなのかなと思っていますし、正直、上を見たらキリがないんですけれども、今回こういったね、コスパの良いモデル、かなり求めるスペックにドハマりしたモニターが出ていましたので、それならばもう買い替えてしまってもいいんじゃないかなと思ってしまったんですよね。いうのをされてました。今回実はですね、このギガバイトさんからお声かけいただきまして、これ実機お貸し出しいただいているんですけれども、すでにね、自腹で購入しちゃってまして、実は今ここにね、同じモデル2台あります。もうね、なので数週間こちらの方で使っていますので、その辺の感想も最後にお話ししておくんですけれども、これね、正直マジで買ってよかったと思っています。色味のね、確認用としてもやっぱ重宝していますし、あとやっぱこのさっき言ったスッキリしたデザインっていうところで、やっぱりね、心なしか集中力もね、上がっているような気もしてますし、正直気になる部分っていうのが、ね、今のところ特にないんですよね。これはね、買ってよかったなと思ってますね。かなりね、満足しております。なので今ね、タンデム OLED パネル採用の 2K ゲーミングモニターをお探しの方はですね、かなりおすすめできるモデルになっているかなと思っていますので、ぜひね、検討されている方はぜひチェックしていただければなと思っております。はい、こちらのチャンネルでですね、こういったゲーミングデバイスのお話だったりとか、撮影機材等々のお話をしているチャンネルでございます。よければチャンネル登録、高評価、ぜひともよろしくお願いいたします。またコメントなんかもいただけますとすごくモチベーションになりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。というところで今日のところはこの辺で、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。